じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。これまで、でも、僕の人生で言うと、小学校3、4年が多分一番分かりやすい人生のターニングポイントで、僕4兄弟の末っ子なんですよ。全員男で。で、一番上が、メンタリスト大悟。で、もうすごい、いろんなゲームをやっては負け、クイズ番組を見ては解けずみたいな。僕って4兄弟の中で一番弱いんだなって思って、それが悔しかった時に IQ サプリっていう番組に出会って、それがもう知識ではなくてひらめきで解く今の謎解きの問題みたいなのが出る番組で、そこでなんか IQ120 相当東大生レベルみたいな IQ サプリを一番最初に兄弟で解いたことがきっかけで、僕東大行くって言ってそこから勉強するようになったりとか、謎解きにどんどんハマってったっていうのがこれまでで、そこから気づいたら謎解きの問題を作るのが好きになって、大学に入ってからも謎解きのサークルに入るようになって、それがどんどん楽しくなって、気づいたら代表になっていて、でそれを聞きつけたテレビの人から番組のオファーが来て、うちで謎解きのコーナーやりませんかって言ったのが今夜は謎トレで、そこから本が出て、その本が話題になって別の番組からも声かかって、あれこれ僕謎解き仕事にできんじゃないかなってなって、そこで立ち上げたのが今の僕の会社、謎解きの会社でリドラっていう会社をやってるんですけど、それが今4周年で5年目になりまして、今のところはもう毎年黒字でやってこれて、会社の子たちの力もあるし、僕も僕でやっぱ謎解きクリエイターの前線として生き続けてこれてるかなっていう感じですね。それがこれまで。やっぱ自分の中でこう生きていきたいなみたいなのは結構はっきりしていて、なんかうちはやっぱ兄を見て僕は育ってきてるんですけど、お兄ちゃんは結構ビジネスな人で、お金ができることをやるのが楽しいっていうのが大悟の幸せ、大悟の生き方なんだけど、僕はお金に関しては、生きていければいいと思ってて、だからもうめちゃくちゃ儲けたいっていうよりも、どちらかっていうと自分が思いついた面白いことを死ぬまでできるだけ多く形にしたいっていう生き方なんで、そのために会社を作ったから、やっぱ会社の子たちが実現したいことには全力で手伝ってあげたいし、僕もこんなことやりたい、こういうのをやりたいって常に発信し続けてる感じですね。だからやりたいことをやり続けたいが一番大きいですかね。なんか結構好きなこととかやりたいことの方が僕は熱量が上がって面白いものが作れると思ってて、例えば生きていくことだけとかお金を考えたら、いろんな人を雇ってスタッフさんとかいっぱい雇って運営でなんか常設の謎解きの店舗とか作ったりとか、イベントいっぱい打ったり、数打てば打つほどやっぱ社長としては儲かるじゃないですか、それはね。だけどなんかそれかっこ悪いなって僕思ってて、それよりもこの会社、僕らのリドラはプロの謎解きのチームで、ここでしか作られない作品がどんどん生まれて、それこそリドラがやったらそれが界隈でも流行って、またそのところにはリドラは別のものを作っててみたいな、なんかこの世の中に与えるインパクトが大きい方が、なんか今楽しいだけじゃなくて未来歴史に残るみたいな、謎解きの歴史で僕らの会社がずっと残り続けた方がかっけえなと思って、それが僕の好きな生き方ですね。だからこれからで言うと、人生困らないぐらいの額を稼いだらやりたいことしかやらない遊びたいだけ遊ぶっていうのが僕の理想の生き方ですね。僕は自分勝手な人だと思ってます悪く言うと。で、よく言うとやりたいことがはっきりしてるし、求心力とかちょっとつ盲信だから、やりたいことができた時の実現までの速さとか、
決定力みたいなのは多分すごいんだと思います。逆にやりたくないこととか自分が苦手なことも多いので、そのためにこう会社を作って人と協力するんだろうなっていう。だから僕実は社長のくせに経理苦手だし、お金回りの計算がなんか自分のいい方に考えちゃって、資産表とか叩いて会社の子に見せたら、こんな絶対できない、こんな絶対儲からないみたいなでも赤字になるかもだけどやる価値はあると思うみたいな言ってくれる人もいるんで、だからそういう感じですかね。だから苦手なことはいっぱいあってデコボコが激しいタイプ。そのボコの部分は自分の信頼できる仲間たちに恐れ多くも補ってもらう。一人じゃ生きていけないですね。流されたりもしない？流されることほとんどないですね。なんかやっぱこういうテレビ出たりとか会社やってたり、それこそやりたい謎解きいっぱいあったりするから、こういうの発信してるといろんな人がね、声かけてくださるんですけど、流されなくて、むしろ気が合う人を見つけて一緒に付き合っていく感じですね。長官もね、その一人だし。ありがとう。そう、逆になんかこう、お金とか、そういう流される他の材料で動いてたら面白いもの作れないし、多分ね、この動画に出てる人ってみんなそのタイプだと思う。ちゃんとこう、利益がどうとかじゃなくて、この、叶えるってもののコンセプトを聞いて、僕もなんか手伝えること手伝いたいですってなる人たちが集まってるじゃないですか。でも過去の動画も見ながら、いいなぁ、いい企画だなぁと思って。予習した。もう2つ返事で返しましたもんね。やりますって。いやー嬉しい。それが僕を表してる気がしますね。そうですね。僕も謎解きで会社を作るってなった時に、やっぱ謎解きはブームのもので、まだ文化にはなってなかったから、果たして会社を作って謎解きブームが去ったら、僕はどうなってしまうんだろうってすごい考えて、そっからね、職つけなかったら困るだろうから、もっとこう無難な選択肢。例えば大手企業で、その謎解きに限らず、なんかエンターテインメントのイベントをやってる会社に入るみたいな選択肢ももちろんあったんですけど、今自分で会社を作って一歩踏み出してよかったなって思うのは、なんか社長にならなかったら経験できなかったことがあまりにも多いんですよね。だからもしこの会社がうまくいかなくなったとして、みんな離れ離れになったとしても、僕がこの会社で得た経験は絶対に次自分が何かをやるときに役に立つから、なんか夢が叶うにしろ叶わないにしろ、それを追い求めて努力したことって絶対自分の糧になるし、それが一番の資産だなって思うんですよね。なんか夢を諦めて無難にこうお金を稼ぐっていうことももちろんあるけど、それってお金が残るけど、その後悔も残っちゃうし、その夢に向かう自分のスキルも磨かれてはいかないじゃないですか。だからもし叶えたい夢があるんだったら、お金になるかはまだ分からなくても、それを叶えようとする、諦めずに進んでみると結構道見えてくるなっていうのが会社を作ってからのずっと自分で思うことですね。だからやっぱコロナで厳しくなったけど、夢は諦めないでほしい。あと僕、就活のイベントとかで就活生の相談とか乗るときよく話すのが、なんかある程度稼げて自分がやりたくない仕事に就くのと、稼ぎはそこそこだし、ギリギリ生きていけるぐらいだけど、自分がやりたいことを仕事にするのだったら、絶対自分がやりたいことやった方が人生幸せになれると思うよって話をよくしてて、仕事してる時間って生きてる中で半分以上なんですよね。寝てる時間も含めたらもっともっと生きてる時間って短くて、でその中でやりたくないことを仕事に選んだ時の幸福度ってめちゃくちゃ下がっちゃうから、だからお金を稼いで何をしたいのかを考えた時に、やっぱ僕は自分のやりたいことでわずかでも稼いで人生の幸せな時間を 1% でも 2% でも多くした方が絶対いいと思う。だからそういう意味でもこの限りある人生は夢に向かって進んだ方が生き生きと生きれるんじゃないかなと思いますね。